こんにちは、花です。今、私たちは地球という広大な世界に住み、その地球は宇宙という果てしない場所に存在しています。そして私たちもこの宇宙という世界の一部だということがわかります。今、この宇宙ではどこかで新たな星やブラックホールの誕生、そして星の爆発が起こったりと、さまざまな自然で神秘的で恐ろしい現象が起こっています。宇宙という果てしなく遠い場所でこのような現象発生しているので、私たちとは何も関係していないように感じますね。ですが、昨今の最新の物理学では、宇宙で発生しているあらゆる現象は私たち人類や地球にとって密接な関係があるのです。例えば目の前の机や布団などは、最新の物理学では私たちがその物体を観測し、目で見ることで初めてそこに存在すると認識します。逆に観測前には物体は存在していない可能性があるということです。このような物理学の理論はとても奇妙で嘘のように感じます。これには天才物理学者であるアインシュタインもこの理論の奇妙さについて議論や反論を示しました。今回はそんな摩訶不思議で奇妙な現代物理学と、そこから生まれる一つのパラドックスについて詳しく紹介していきます。宇宙の最小単位素粒子は机や水、傘や太陽光などのあらゆる物質も素粒子です。そしてこの素粒子を説明する理論が量子論です。量子論といえば先ほど紹介したアインシュタイン。彼は光の正体が粒子なのか、それとも波なのかという長年未解決だった問題を解決・証明しました。光の正体は量子で、その中の分類である光子というものであるということを判明したのです。光の正体が量子と判明し解明したアインシュタインですが、量子そのものの考え方についてある研究者と意見が分かれることになります。その研究者の名前がニールス・ボーア、デンマークの物理学者です。ニールスは量子の考え方について次のように主張しました。量子は観察するまで状態が決まっておらず、存在すらあやふやで、量子は観察して初めてその性質・存在が決定する。この意見を聞いたアインシュタインは反対し、こう主張します。量子は目で見て観察を行うか行わないかに関係なく、その性質も存在もすでに決まっている。両者どちらも量子の存在自体は認めていますが、量子をどのように解釈し説明するかという点で全くもって別の考えを持っていました。ここで両者の意見をまとめてみると、主張や理論としてはアインシュタインの方が正しいように感じます。アインシュタインの考えを再現してみるとこうです。例えばこの動画を見ている目の前のスマホ、これをアインシュタインの考えで説明してみると、目を閉じ観察下になかったとしてもスマホはそこにあります。これが皆さんも考えるような普通で正しく聞こえる考えです。一方、ニールスの考え方で再現をしてみると、スマホは観察するまでは存在自体決まっておらず、目で見て 0.1 秒でも観察して初めてスマホがそこに存在していることが決定するというものです。ニールスの主張には賛同できませんよね。スマホが反射した太陽光や電球光を目で見て観察するという行為自体がスマホの存在を変えるわけがありませんよね。観察行為でスマホの存在に影響を与えるのは不可能なはずです。どう考えても見る見ないに影響や関係なく、スマホはそこにあるはずですよね。このようなニールスの奇妙で不可解な主張に対し、アインシュタインは目で見て観察してから
初めて状態や存在、性質が決まるというイカれた理論では自然界を説明できるはずがないとニールスの主張を強く否定します。そしてアインシュタインとアインシュタイン派の研究者一同はニールス率いる研究者たちの主張がどれほどまでにおかしく論理的でないのか、この理論の矛盾をつくある一つのパラドックスを提唱します。それが EPR パラドックスです。EPR パラドックスを理解するためにはまず量子論を学んでみましょう。先ほど言ったように光の正体というのは光子と呼ばれる粒子です。光子には量子力学上の核運動量があり、この量子力学の世界でスピンと呼びます。スピンはあらゆる向きで可能で、上を向いたり左を向いたり手前や斜めでも向くことができます。スピンはどの方向を向くことも可能ですが、一つの重要な原則というのがあります。それは2つ1組のペアとなった光子はそれぞれ真逆にスピンするということです。要するに片側の光子のスピンが上を向いているのであれば、もう片側の光子のスピンは下を向きます。スピンのままでは理解しづらいし、もう一つの量子力学上の理論を説明するので、光子をボール、スピンを赤と青で考えます。ボールを入れるバッグを2つ用意し、バッグの中にはボールが入っています。量子論での考え方では、中身が見えない2つのバッグに入ったボールは赤と青の重ね合わせの状態にあり、片側のバッグを開け、中のボールが赤色だと確認すると、その瞬間にもう片側のバッグの中のボールが青色のボールであると確定しますね。これは2つのボールは先ほどの通りペアになっているためで、青色だと確定した方のバッグを開けてみると実際に青色のボールが出てきます。同様に、もし片側のバッグのボールが青色だった場合、もう片側は赤色のボールが出てきます。2つとも同じ色になることはなく、片側を観測した瞬間にもう片側の色が決まります。これが量子論のスピンの原則です。この原則を理解したら次に進みます。ペアになった2つのバッグのうち1つを東京に残しておき、もう1つをアメリカにでも持っていきましょう。バッグの中身をまだ確認していないので、どちらのバッグも赤と青が重ね合わせの状態にあるボールが入っていると説明しましたね。次に東京に残しておいたバッグを開け、中身を観察します。この時、もし東京で観察したボールが青色だった場合、アメリカに持っていったバッグの中身は赤色だと確定します。しかもタイムラグがないのです。東京とアメリカワシントン DC との距離は約1900km、光の速さで約0.03 秒もかかりますが、地球のボールを確認したまさにその瞬間に月のボールの色も確定します。これがニールスらが主張している理論です。要するにニールスの提唱した理論では、東京のバッグのボールは青色なのでワシントンのボールの色は赤色であるという情報が光速以上のスピードでバッグの中のボールへ伝達しているということになります。ですが、宇宙最速の物質は光であり、それを超えることは絶対にありえずできません。同様に光速を超越した速度での情報伝達も不可能です。もし東京からワシントンにバッグの中身の情報が光の速度を超えて伝達が行われているのであれば、アインシュタインの提唱した特殊相対性理論が崩壊してしまいます。そして特殊相対性理論は膨大な量と年月をかけた実証、実験、検証によってその正当性はお墨付きです。ニールスの理論は
物理学最大の原則を完全に無視しています。このことでアインシュタインは確実性が証明された特殊相対性理論を完全無視したニールス率いる研究者たちの主張が明らかにおかしかったので、その EPR パラドックスを使いニールスたちに反論しました。ですが量子の重ね合わせ自体はアインシュタインも同じ考えを持ち認めています。アインシュタインが反論したのは、重ね合わせの状態が崩壊した瞬間にその情報が高速を超越した速度で伝達が行われていることがおかしいということです。ではアインシュタインは重ね合わせの崩壊をどう説明したのでしょうか。これもまた皆さんと同じ考えをアインシュタインは持っており、重ね合わせの状態というのはすでにどちらかのバッグにどのボールが入っているのか、物理学的な何らかの要素により内部の情報は決まっていると考えました。つまりどちらのバッグのボールも重ね合わせの状態にはあるが、内部にはどちらの色のボールが存在するかは決まっていて、ジッパーを開けた瞬間にそれを目で見ただけと考えました。バッグの中のボールの色が決まっているのならば、高速を超えた速度で情報が伝達されるというおかしな理論を否定しつつ、量子の重ね合わせを説明できます。アインシュタインは自身の言った内部の状態を決めている物理的な何らかの要素のことを隠れた変数と命名しました。アインシュタインの提唱する隠れた変数なるものが存在するのであれば、特殊相対性理論に違反せず量子の重ね合わせの原理を説明できます。このように勝利がほぼ確定したのにもかかわらず、それでもなおニールスらはアインシュタインの重ね合わせの理論と隠れた変数を認めず存在しないと主張を続けました。アインシュタインが1935年に提唱した EPR パラドックス、多くの研究者らが30年の年月をかけパラドックス解決を試みます。ですがうまくはいかなかったのです。多くの年月が経った時は1964年、ジョン・スチュワート・ベルという北アイルランド出身の物理学者は EPR パラドックスを解決、そして量子物理学に重要な原則となるある手法を発案します。それがベルの不等式です。そこでベルの不等式はアインシュタインの隠れた変数が存在する場合に成立する方程式を作りました。ベルの不等式は実験によって検証可能です。ベルの不等式は隠れた変数が実在することを確定したということを前提に計算・組み立てされた方程式なので、検証・実験の結果が不等式と一致すれば隠れた変数が存在し、アインシュタインの主張が正しいということになり、逆に不等式と不一致ならばアインシュタインの考える隠れた変数は存在せず、ニールスたちの主張が正しいということになります。この検証法はジョン・スチュワート・ベルの不等式登場からさらに20年後の1980年代、フランスの物理学者であるアラン・アスペが発見します。それは冒頭の光の正体、光子を使い、実験結果をベルの不等式の方程式と比較ができるようになったのです。そしてついに実験結果が判明します。実験の結果、ベルの不等式は実験結果となんと一致しなかったのです。そうなんです。ベルの不等式は最初から破れており、アインシュタインが主張した隠れた変数は存在せず、観察という生物しかできない行為によって物理学的な量子の状態が決定されてしまうということがアラン・アスペの検証法を使った実験で証明されたのです。最後に量子のもつれとは、バッグの中のボールは
赤と青のどちらの状態も同時に存在しています。この状態が重ね合わせの状態ということで、そこにアインシュタイン提唱の隠れた変数は存在しません。バッグのジッパーを開けた時に生物のみが行える観察という行為によってボールの赤か青かのどちらかが決定し、その瞬間光速を超えた速度でもう片側の状態が決定します。この現象が量子もつれです。ではアインシュタインが主張してた理論の情報の伝達なしにどうやって赤と青が決まるのでしょうか。それを説明づける EPR パラドックスはどのようにして解決したのでしょう。量子ペアはどれだけ遠くまで離れていてもすでにどちらのペアがどれかが決定しますよね。この現象が EPR 相関と呼ばれるようになりました。ですがこれがアラン・アスペが考案した検証法によりデタラメだと証明されたのです。物理学の世界にはこれ以外にも数多くの難しい理論や証明されていない理論があるのです。今後そのような理論がどのようにして誰に証明されていくのか注目していきたいですね。今回の旅はいかがでしたでしょうか。宇宙にはまだまだ謎がたくさんあります。このチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。またあなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。